そーっと運んでいってですね、でそーっと設置して帰ってくるんですよ。ユーザーに遊んでいただくとても大事な期間でした。そのゲームの運命を決める日なので、間違いない、これめちゃめちゃ受けてます、何の問題もないです、バグもないです、大丈夫ですっていうことはほぼなくて、波動拳。皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本義です。今日もよろしくお願いします。今日もカプコン時代のお話をさせていただこうと思ってます。ロケテについて今日は話してみたいと思います。ロケテっていうのはロケーションテストの略で、ゲームセンターに発売前のゲームなんだけど、ほぼほぼ完成しててお試しで置きに行くみたいな、そんな感じです。ロケテはですね、基本的にどこにも誰にも告知することなく、そーっと運んでいってですね、でそーっと設置して帰ってくるんですよ。普通にこう営業されてるゲームセンターの中にポツンと新作が入ってて、その新作を見て客がつくのかつかんのか、どんな感じで遊ぶねん、1日にどんだけ売り上がんねんみたいなのをチェックする。期間はね、当時2週間から1ヶ月ぐらい、長いのは2ヶ月とかやってる時もあります。僕がカプコン在籍中はこのロケテっていうのをものすごく大事にしてました。というのも、僕らは所詮そう作ってる人間、仕事だからもう100円入れて当たり前。でも客は違いますよね。100円をとても大事にします。なのでユーザーに遊んでいただくとても大事な期間でした。ロケテでそのゲームセンターに筐体入れます。それも業者使わず、営業若手と行くか、自分たち開発部員が行くかで、僕たちはポップって呼んでたんですけど、ゲーム機を飾る看板みたいなものを兼ねてますけど、こういうコマンドでこの技が出るぞとか、こういう時はこのボタンを押せみたいなことをカンカンとこう、普通のゲーム機をちょっとこう派手にデコレーションしてる、ほんのちょっとでも目立ってほしい、新作が置いてるってことを理解してもらいたいみたいな、そんなのがロケテという名前でゲームセンターに置かれる。このロケテ中の売り上げ、ゲームセンターの毎日の売り上げのことをインカムって呼んでましてですね、売り上げって金額じゃなくてクレジットですね。何回遊んだか、1回遊んだら1、2回遊んだら2、50円コーナーでも1回は1、100円コーナーでも1回は1です。で、1日が650とかいうような数字が出るやつもあれば、100っていうやつもある。参考までに言っとくと、スト2は98か99、スト2のダッシュターボは650ぐらいっていう幅があるわけですよ。その数値に僕らは一喜一憂してたんです。大雑把に言うと、そのゲームの運命を決める日なので、初日に客がつかなかったらもう大体終わりです。この運命を決める日に張り付きっていう仕事をする子らがいました。大体若手のプランナーが担当してて、そこに張り付いてたんですけど、そのゲームのモニターが見れるぐらいの距離で、それでいて圧力をかけない、ちょっと離れ気味に画面を見ながら、まずその人の年齢、性別、ゲームのうまさ、あとプレイ時間でどの操作が分からなかったのか、どれぐらいでこの人はこのゲーム性を理解したのかみたいなことをずっとやるんですよ。一日中ですよ。それを2週間なら2週間、1ヶ月なら1ヶ月、ずっとやりつくんです。当時携帯電話とかなかったので、1時間に1回公衆電話に走ってくれて、この1時間のインカムは8ですみたいな。で、その子らが帰ってくるまで会社の子らもみんな待ってて、そのデータをバッと開いて、ああだこうだってみんなで話し合って、間違いない、これめちゃめちゃ受けてます、何の問題もないです、バグもないです、大丈夫ですっていうことはほぼなくて、あそこ直そう、ここ直そう、そこ直そうみたいな話がバーッと始まるんですけど、それをその子らの目で見たことを、これ絶対にユーザーここで離脱しますよみたいな話とか、これは理解できないんでもうなんか方法を考えなきゃいけませんとか、大型の変更をかける時もあれば、微調整の時もあれば、難易度の調整だけで済むこともあればみたいな、いろいろその場によって違うんですけど、ここは直さなきゃいけませんねみたいな、こうした方がいいかもしれませんねみたいなことを言って修正をして、当然もしかしたらあっちの方が良かったかもしれんみたいな修正したこともありますし、よっしゃこれ完全にはまったなと、2回目のロケてる時はむちゃむちゃ当たったでみたいな時もあります。これプログラマーにとっても一大事で、どのくらい変更がかかるかわからないんですよね。で、自分らのチームの中ではもうこれでいいんちゃう、おもろいんちゃうっていう意見と、こうした方がいいのにみたいなざわざわしてる状況でテストってするんですよ。なので出したら、ここ直してこういうふうに直しましょうみたいな話がかかってくると、これ見たことかって思うやつもいるし、うわーそこ直されたらめちゃめちゃ大変やんみたいなことになるんですよ。大きな修正がなければないほどよくて、それは当然そのゲームの状態がいいってことになるんですけど、何を言ってるかというと、プログラムを組み直すとバグが出やすくなるんですね。バグの修正をする期間とバグを探す期間が短くなってしまうんですっていう。それが商品全体のクオリティを下げてしまう。商品のクオリティを上げるためにプログラムを直した。でも直したことによって商品のクオリティを下げてしまうみたいなこともあるので、ここはねとっても慎重にやらなあかん時期だったりは
しました。でもギリギリのギリギリまで触る勇気とかね持ってたんで、僕らはやっぱクオリティにはこだわってたんだなとは前向きに思いたいです。ここ10年ぐらいは携帯アプリがこの業界で流行ってきてて、ある大手の携帯アプリメーカーから言われたのが、携帯アプリは 20% ぐらいの完成度でリリースして、残り 80% は徐々に修正しながら完成させていくもんなんだよって言われたんですよね。携帯アプリが立ち上がってきたばっかりの時のセリフだと思うんですけど、本来そうあるべきではないと僕は思ってて、アーケードゲームっていうのを作ってた身からすると、最初からユーザーはこういう反応をするでしょ、だからこうなるでしょ、だから次はこうなるでしょっていうのをリリースの時に、リリース後3ヶ月後6ヶ月後1年後はこうなってるでしょこのゲーム機はっていうのを想定して出してました。僕は今でもそれは正しいと思ってて、このロケーションテストがいかに大事であったのかと、でそこで自分たちの思ってた通りになってるのかと、その調整をちゃんとできるのか、その後クオリティを上げれるのか、バグが取れるのかみたいな、そんな一番大事なテスト、僕たちが作ったゲームを一番最初に社外の人に見てもらう、そういうチャンスがロケテだったですね。僕たちがこんなことしてましたみたいな大昔の話を今させていただきました。でちょっと面白いやんかお前の話と思ってくれたらですね、高評価ボタンの方よろしくお願いします。やる気が出ます。インスタグラムとツイッターの方もやっております。よかったらフォローお願いします。チャンネル登録またの方そちらもよろしくお願いします。今日はこんな話をしてみました。バイバイ。